はい、これ一見すると立憲バッカーですが、実は立憲バッカーではありません。で、すぐ分かりますね。これはですね、4003、ポールはご存知のように、4001ですね。なんかこれ全然違います。ネックも長いし、フレットが多いですよね、確か。ポールは20か21どっちかですよね。その辺はまあ楽器の詳しい人にですね。それからドットポジション、これですね、丸。これよく見れば、まあこんな感じですね。隠してます、シールで。でこれもう剥がれてきてますな。一応立憲バッカーってね、なってますけどね。なぜでしょう。というわけでございますね。こういうふうに、まあインチキパチモン一見バッカーでございます。でもですね、ちゃんとこの、フレットじゃない、これナットか、ナットも白いですね。これゼロフレットですね。でも見る人が見れば、あ、これは偽物のゼロフレットだなと分かります。それとここですね、トースターピックアップっていうんですか、フロントピックアップの方はですね、トーストピックアップというのが本来のですね。それからこのリアピックアップも、ポールは変えてますね。ウィングスの初期の時に、ここにカバーがあって、ホースシューというカバーがあったんですが、だからピッキングもこの辺だったんですよね。ところが、でもこれ外して、ちょっと6色を強くしようと思ったんでしょうかね。リアピックアップをなんか、なんちゃらっていうのに変えましたね。そしてピッキングも根元の方になりましたね。リアピックアップよりちょっとこうブリッジ寄りって言いましょうかね。で、この辺にこう置いてですね。という感じになりますね。あ、これね、立憲バッカーの最大の、ポールのウィングスの立憲バッカーの音ですね。あれはまあミュートがかかってるわけですね。ビートルズ時代にもヘフナーに、スポンジを挟んでいるという写真がありますけども、私も挟んでます、スポンジをね。こういうふうにボン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 というサスティンがあんまり嫌いなんでしょうね。デニーがベースを弾く時もありますが、ウィングスの時デニーが弾いているベースにもここにスポンジが、ね、ジミーも弾きますけどもスポンジが挟まっているというですね、そんなこんながあります。まあいずれにせよ、それとこのピックアップですね。ピックアップは常にセンターになってますね。でポールはビートルズ時代にこういうリッケンバッカーをもらったんですけども、おそらくリッケンバッカー社は当時は左用がなかったので、スルーネックといいまして、ここからここまでネックがありましたよね。で、これを切って反対にしたんですね。そして左に、だからネックはそのまま、右用のネック、これは違いますよね。これは左用のノーマルになってますが、ポールはこっちが上がってます。というわけで右用のギターって言いますかベースを左に改造したんですね。で、だからこの回路、このなんていうんですかね、ボリュームとかトーンのこの回路も、右のままじゃないかという噂がありますね。だから反対ですね。まあ私の知る限りはそれぐらいですね。ただまあこの辺は楽器の詳しい人に、ですね、バトンタッチしたいと思いますが、これ、まあ、とにかくこの、インチキパチモン立憲バッカー、名付けて一見バッカーでございました、ね。誰かもし、本物をですね私に譲っていいいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ここまで、連絡をお願いいたします。ではまあそういうことでございます。また会いましょう。See you next time!